あれは養蜂2年目のゴールデンウィークでした。なかなか入居してくれないニホンミツバチがとうとう町箱に入ってくれた時のことを今でも覚えています。嬉しさのあまり、私はその日の夜にスモン枠を4面スモンに交換しました。夏場の通気を良くしてあげよう、巣虫対策にもなる、日中の蜂が活動している時間は避けて夜に静かに作業したから大丈夫だろうと。数日後、スモンの出入りがない。嫌な予感がして覗いてみると大変なことが起きていました。こんにちは、KI です。皆さん、ニホンミツバチは順調に捕獲できていますでしょうか。今日の動画ではニホンミツバチが入居した後にやるべきこととやってはいけないことについて、基礎中の基礎をできるだけ具体的にお伝えしていきます。この動画でわかることは大きく7つです。1つ目、ミツバチの入居を確実に判定する方法。2つ目、入居直後にやってはいけないこと。3つ目、内見の目的とやり方。4つ目、巣虫対策。5つ目、アカリンダニについて。6つ目、4面スモンの種類と切り替え時期。7つ目、継ぎ箱の考え方。私のようにせっかく入居してくれたニホンミツバチがいなくなってしまって落ち込んでしまうことがないように、ぜひ最後までご覧いただいて、ご自身の巣箱管理に役立てていただければ幸いです。それでは早速やっていきましょう。ステップ1、ミツバチが入居していることを確認しよう。町箱の周りにニホンミツバチが飛んでいると、つい入居したと興奮してしまいますよね。でも実はまだ油断はできません。探索バチ、つまり下見に来ているだけの段階かもしれないからです。いつ入居したかを把握することは、その後のお世話のタイミングを計算するために重要です。具体的には以下の3つの方法で入居を確認できます。1つ目は蜂の飛び方です。入居後の外勤バチは巣門から離陸するとほぼ一直線にスーッと飛び去ります。戻ってくる時も迷いなくまっすぐ巣門に着地する、通勤しているような目的のはっきりした飛び方ですね。このまっすぐ飛ぶが見えたら、かなりの確率で入居していると考えていいでしょう。一方、探索バチは巣箱の周りをホバリングしながらあちこちを舐めるように調べる動きが特徴です。ここは住める場所かと査定している段階ですね。1匹2匹がふらふらと巣門のあたりを点検しては別の場所へ飛んでいきます。そしてこのように探索バチが一気に増えた時は、近くで分蜂が起きた可能性が高いです。ここで間違えやすいのが定位飛行、オリエンテーションフライトとか時騒ぎとも呼ばれます。定位飛行は巣箱の位置を覚えるために頭を巣門に向けたまま左右や上下にゆらゆらと飛ぶ独特の飛行です。通常は新しく外勤デビューする蜂が行うのですが、分蜂から入居した日や翌日にも見られます。探索バチにしては飛び方が違うなと思っていたら、実はもう入居済みの群れの定位飛行だったということもあります。この動画は2026年5月15日の昼過ぎに撮影した蜂友さんの町箱です。探索バチかと思ったのですが、実は夕方に入居済みだったことを確認しました。なのでこの飛び方は実は定位飛行です。先ほどの探索バチの飛び方と比較してみてください。2つ目のサインは、花粉団子をつけた蜂が巣門に出入りしているかどうか。これが入居確定の最もわかりやすい証拠です。花粉は幼虫を育てるための栄養源です。花粉を運び込んでいるということは、巣の中で女王蜂が産卵し、育児が始まっている強い証拠になります。第二分蜂以降の娘女王の入居なら、無事に交尾飛行を済ませた証拠でもありますから、花粉の運び込みが見られたら一安心ですね。白、黄色、
オレンジ、赤茶、放花した植物によって花粉の色が様々で見ているだけでも楽しいですよ。探索蜂は花粉を運びませんから、花粉団子をつけた蜂が複数往来しているのが確認できれば間違いなく入居していると考えていいでしょう。こちらの動画は2026年5月7日に自然入居した群れで、ハチトモさんの越冬母親女王蜂の群れが分蜂して入居したと思われます。母親女王の群れなので交尾飛行に向かう必要がなく、入居直後からこのように花粉を運び込んでいます。3つ目はファイバースコープによる内部の直接確認です。できれば入居直後は内見は避けた方が良いのですが、本当に入ったのか自分の目でどうしても確かめたいという方にはファイバースコープ、つまり細長いカメラ付きケーブルを使った素早い内見をおすすめします。ポイントはカメラ部分の直径がスモンの高さ、通常6から7ミリよりも細いものを選ぶこと。Amazon などで3000円から4000円で販売されているスマホに接続するタイプで十分実用になります。スモンからそっとケーブルを差し込み、巣箱の上の方に向けてみると、巣の子にぶら下がる蜂の塊が見えるはずです。これが確認できれば入居は確定です。そしてここが重要なんですが、ファイバースコープでの内見はできれば日没後の暗い時間に短時間で済ませてください。理由は2つあります。外気に出ている蜂がすべて巣に戻っているので、群れ全体の様子がわかること。蜂が活動していないので刺激が少なく凍居してしまう可能性が低いことです。なお安全のため必ず防護服を着て観察しましょう。私が何年も使っている 3.9mm 極細レンズの Wi-Fi 接続式のファイバースコープをブログで紹介しています。ご興味のある方は概要欄のリンクからブログをご覧ください。ステップ2、入居直後はそっとしておこう。入居が確認できると嬉しさのあまりついつい巣箱に近づきたくなりますよね。でもここで動きすぎると群れを失う可能性があります。冒頭でお話しした入居当日の夜に4面スモンに交換して凍居させてしまった話、これをもう少し詳しくお話しします。養蜂2年目のゴールデンウィーク、私は初めて自然入居に立ち会うことができました。これはその時の動画ですが、ミツバチたちのシャワーの中を歩き、巣門からどんどん入っていくミツバチたちを見て感動していました。入居当日の夜、興奮冷めやらぬまま、夏場の通気を良くしてあげよう。巣虫対策には4面スモンがいいと思って、スモン枠を4面スモンタイプに交換したのです。交換後の巣箱はこんな感じでした。日中の蜂が活動している時間を避け、夜に静かに作業したから大丈夫だろう。素人なりにそう考えていたんですね。ところが数日後、巣門の出入りがない。嫌な予感がして、底板を外してスマホで撮影してみると、中はもぬけの殻。群れごと逃げ去っていたんです。後には小さな巣が悲しく残されていました。浜松の師匠に自然入居した群れが数日後に逃げてしまったと電話で相談したら、ニホンミツバチが自分で選んだのだからすぐに逃げ出したのはおかしい。何かしなかったとのこと。私は入居当日の夜に4面スモンに変えたことを言い出せませんでした。今思えば入居当日というのは群れにとって最も不安定なタイミングです。ようやく落ち着いた住処に重大な改変を加えてしまった。逃げられて当然でした。この失敗以来、私は新しく入居した群れには最低でも1週間は手を出さないことを鉄則にしています。具体的には入居後には次のようなことは避けてください。巣箱を持ち上げたり傾ける。巣箱を別の場所に移動する。強制捕獲の場合を除く。4面スモンに交換するなどスモンを変える。長時間覗き込む。強い香水や整髪料をつけて巣箱に近づく。
黒っぽい服装で巣箱の正面に立つ。なお、ニホンミツバチは振動を特に嫌います。外敵に襲われていると勘違いして当居の引き金になります。目安としては入居から最低1週間、できれば2週間は遠目から出入りを観察するだけにとどめてください。ステップ3、内見をしよう。入居後1から2週間で群れが落ち着いてきたら内見をしましょう。内見は以下のような点を確認するために行います。1つ目、蜂数や蜂球の大きさ。蜂が巣板を覆っているかどうか。これは群れの勢いの目安です。2つ目、巣板の成長具合。これは継ぎ箱のタイミング判断に使います。3つ目、底板の巣くずや巣虫の糞。これは巣虫被害の兆候となります。そして4つ目、底板に落ちたその他の異物の確認。小出しや星になった蜂などの異常がないかの確認をします。内見は群れの状態を把握するための重要な作業です。ただし頻繁にやりすぎず、短時間で済ませるのが鉄則です。内見のやり方を巣紋タイプ別に確認しておきましょう。引き出し式巣紋の場合は底板を静かに引き出して巣のカスや落下物を観察します。底板を抜くときに群れを大きく刺激しないようゆっくり動かすのがコツです。開口部からスマホで撮影するのが簡便です。扉式の場合も扉を開けてスマホを中に入れて撮影するのが便利です。4面巣紋の場合ですが、週末養蜂さんの鉄製台なら底板を引き出せるので下からスマホで撮影できます。スマホを入れられなかったり底板を簡単に引き出せない構造の場合は、先ほど説明したようにファイバースコープを巣紋から差し込む方法が便利です。内見は蜂の出入りが少ない時間帯に短時間で行います。夜間に行う場合は強いライトを当て続けず、できるだけ静かに数十秒で終えるのが理想です。慣れないうちは夜よりも早朝や夕方などの蜂の活動が落ち着いている時間帯でも良いと思います。内見の頻度は入居直後の1ヶ月は外からの観察を中心にして、内見は週に1回程度にとどめるのが良いでしょう。群れが安定してきたら月に1回から2回で十分ですが、内見をサボっているうちに巣が底板まで届いていたということがないようにしましょう。さて、内見して蜂数を確認していると、あれ、最初より蜂の数が減ったようなと心配になる時期がやってきます。これは病気でも当居の前兆でもなく、ごく自然な現象ですのでご説明します。まず、夏場の働き蜂の寿命はおおむね1ヶ月程度と言われています。入居してきた群れの働き蜂は元の巣で生まれて分蜂に参加した蜂たちですから、入居の時点ですでに何日も生きていることが想定されます。つまり入居後数週間すると、分蜂時に来た蜂たちが寿命を迎えて自然と減っていく。これは避けられない現象です。一方、女王蜂が産卵を始めるのは巣板がある程度できた入居後の数日目から1週間後あたり、卵から成虫になるまでは19日から20日かかります。ですから元の蜂が減少するけど新しい蜂はまだ生まれていない入居から3週間後あたりが蜂数の底。ここを境にして新しい働き蜂が次々と羽化してきて、群れは再び勢いを取り戻していきます。ただしここで一つ問題があります。この蜂数が一旦減る時期です。働き蜂の数が減ると巣板を覆いきれなくなり、巣板の表面が露出する部分が出てきます。実はニホンミツバチ飼育で対策が必要となるガの幼虫の巣虫は、蜂が覆いきれてない巣板があるとそこから巣板内に侵入してしまうんです。一旦侵入してしまうとミツバチには巣虫を取り出すことが難しくなる。だからこそこの時期こそ巣虫対策をしっかり整えるべきタイミングなんです。
次のステップで詳しく見ていきましょう。ステップ4、巣虫対策をしよう。ここからのステップは少し難しそうに聞こえるかもしれませんが、最初から完璧にやる必要はありません。まずは群れを弱らせないことが一番大事です。まず巣虫についてご説明します。巣虫とは蜂の巣綴り蛾と薄黒綴り蛾という蛾の幼虫のことです。特に蜂の巣綴り蛾の幼虫が入った時の被害はより深刻です。これらの蛾は夜間に巣門や巣箱の隙間から侵入し、巣板やそこに溜まった巣のカスに卵を産みつけます。孵化した幼虫が巣板を食い荒らし、ひどくなるとミツバチは投去してしまいます。ただし健康で強い群れであれば、ミツバチたちが小さな巣虫をくわえて外に運び出してくれます。女王蜂の不調、農薬被害、赤リンダニ寄生など何らかの理由で群れが弱った時に、結果として巣虫に食い荒らされるケースが大半。つまり巣虫対策の本筋は群れを強く保つこと、その上で補助的に行うのがこれから紹介する生物学的・物理的な対策ということになります。巣虫の発生時期は日本では年2回以上、おおむね3月上旬から10月下旬、気温が15度を超えるあたりから活発になり、夏場が最も活動的です。さて、対策の主役になるのが巣虫っこカードです。これまで決定打のなかった巣虫対策に画期的な変化をもたらした製品です。仕組みとしては、小さな巣虫を誘引し BT 剤、つまり昆虫病原性微生物を用いた生物農薬で巣虫を防除します。化学殺虫剤を使わないのが特徴で、現在は改良版の巣虫っこカード2が発売されています。ただし注意点もあります。10ミリ以上に育った巣虫には効果が及びません。ですから大量の巣虫が繁殖してから慌てて入れるのではなく、入居後早めに予防的に入れるのが正しい使い方です。カードは1セット2枚入り、1枚目を入れたら約3ヶ月後に2枚目に交換します。詳しくは巣虫っこカード2の説明書をご覧ください。私自身は入居直後の投居リスクのトラウマから、群れが落ち着いてから巣虫っこカードを投入する方針にしていますが、製品説明通り入居後すぐに使用開始して良いかと思います。特に夏の巣虫最盛期には入居後すぐに使用開始した方が安心かと思います。巣虫っこカードはミツバチにできるだけ刺激を与えないように、短時間で巣門から底板の上に入れると良いでしょう。巣虫っこカードのラベル面が上を向くように入れます。それから巣虫の侵入経路を物理的に塞ぐ対策も併用しています。侵入経路は主に3カ所、巣門、巣箱の段と段の隙間、そして蓋と巣箱の隙間、わずか1から2ミリの隙間からでも巣虫が入り込むケースが報告されています。巣門は塞ぐわけにいきませんが、巣の上部から侵入されかねない蓋と巣箱の間や1段目と2段目の巣箱の合わせ目には梱包用のテープを貼っています。ステップ5、赤リンダニについて知っておこう。赤リンダニはミツバチの胸部器官内に寄生する体長がおよそ 0.15mm 程度の極めて小さなダニです。もともと日本にはいなかったのですが、2010年に長野県でニホンミツバチへの寄生が初めて報告され、その後急速に全国に広がりました。赤リンダニ感染を疑うサインとしては、巣箱周辺を歩き回る徘徊蜂、飛べない蜂の増加、後ろ羽が開いたままになるKウィング、冬から早春にかけての急激な蜂数減少などが調べています。ただし赤リンダニ症にはこれだけ見れば確定できる特徴的な症状はなく、無症状のまま進むこともあります。正確には蜂の器官を顕微鏡で確認する検査が必要です。
赤リンダニ感染で特に怖いのが越冬失敗です。赤リンダニに寄生されたミツバチは気管が詰まって呼吸困難になり、冬場に筋肉を動かして発熱することができなくなります。その結果、蜂蜜を残したまま寒さで群れが壊滅してしまうんです。夏は新しい蜂もどんどん生まれてきますし、働き蜂の寿命はおよそ1ヶ月ですから、感染していてもあまり目立ちません。冬を迎えるまで調子の良かった群れが冬に急に調子を崩して消滅するのは赤リンダニが原因のことも多いです。このようにとても困った外来のダニなのですが、ここから私の歯切れが急に悪くなります。残念ながら日本では赤リンダニ対策として承認されている薬剤がないんです。愛好家の間では赤リンダニ対策としてガムなどの食品にも使われるメントールが使用されていますが、今回調べてみたところ、薬機法の未承認医薬品の使用とされるリスクが否定できないようです。なのでこの動画でメントールを使った赤リンダニ対策を推奨することが難しい状況です。目的が赤リンダニ対策であると未承認医薬品の使用になってしまう。さて、販売しないもっぱら自己消費する蜂蜜に香りをつけるためにメントールやレモンを使った場合はどうなんだろう。ステップ6、4面スモンへ切り替えよう。4面スモンとは巣箱の再下段の四方すべてをスモンにした構造です。メリットは大きく3つあります。1つ目、通気性。夏場の高温対策、湿気の排出に有利です。2つ目は巣虫対策。底板の上に風が通り、巣のカスがたまりにくく、そこで育った巣虫が上に登りにくい構造になります。3つ目は観察しやすさ。鉄製台のような底板を引き出せるタイプにすれば、下から巣の様子を確認しやすくなります。4面スモンにはいくつかタイプがあります。木製はいろいろな構造が考えられて自作向きですね。鉄製台、特に株式会社終末養蜂さんから発売されているものは底板の上に風が通る構造になっています。また集水マスと専用4面スモンの組み合わせをされている方もいらっしゃいます。底板自体がなく、巣のカスが地面に直接落ちる構造なので、巣虫対策には特に有効と考えられます。鉄を使った市販品はそこそこ高価ですし、自作する場合は溶接がちょっとハードルが高いですね。私は昨年夏分蜂群が相当巣虫にやられてしまったので、今年は青柳式巣紋台を自分なりに改良した巣紋台を製作してみようと思っています。このチャンネルでご紹介予定ですので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければ幸いです。さて、そしてここで重要ポイントです。入居直後に4面スモンに切り替えることはご法度です。私の失敗談を思い出してください。切り替えの目安は入居から最低1週間、できれば2週間以上経って群れが完全に落ち着いてからにしましょう。具体的には花粉の搬入が毎日安定している、オリエンテーションフライトが見られる、ファイバースコープで蜂球がしっかり育っているのを確認できる、これらの条件が揃ってからだと安心です。最低でも花粉搬入が安定してから交換するのが良いでしょう。ステップ7、継ぎ箱をしよう。待ち箱は通常2段の重箱式で運用しますが、入居後2段のままでは早ければ1ヶ月で巣を伸ばすスペースが足りなくなってきます。重箱式の養蜂では巣が伸びてきたら下側に巣箱を追加していきます。この作業を継ぎ箱と呼びます。継ぎ箱のタイミングを判断する目安は、巣が一番下の段の半分以上まで伸びてきた頃、あるいは巣が底板に近づいてきた頃です。
そこに到達してから慌てて継ぎ箱しようとすると、巣門枠の部分まで巣ができてしまい、巣を壊さないで継ぎ箱することが一気に難しくなります。継ぎ箱のやり方については実は流派が分かれます。一般的な方法は一段ずつ継ぎ箱する方法。巣が底板近くまで伸びてから一段だけ追加します。メリットは巣箱の側面に巣がしっかりとくっついて成長する点。巣が左右均等に四方の壁に張り付きながら伸びていくことが多いので構造的に安定します。もう一つの流派は一気に4から6段にしてしまう方法です。入居後比較的早い段階で必要な段数をまとめて積み上げてしまう方法です。週末養蜂さんは巣の成長に合わせて1段ずつ追加するのではなく、一度に3段追加しても問題ないとされています。私個人としては月に1から2回しか巣箱に行けない週末養蜂派にとっては後者の一気積み上げの方が管理しやすいと感じています。継ぎ箱作業は巣箱を持ち上げる必要があり、群れにとっては大きな刺激ですから回数を減らせるメリットは小さくありません。ただし一気に積み上げる方法には欠点もあることに注意してください。それが肩伸びのリスクです。巣箱の内部が広すぎるとミツバチは重箱全体に均等に巣を作らず、4つの側面全部に十分くっつかないまま巣が片側だけに偏って下方向に伸びていくことがあります。この状態を肩伸びと呼びます。肩伸びの巣板は夏の高温で巣板の付け根が柔らかくなった時に巣落ち、つまり巣板が自重で剥がれ落ちる現象を起こしやすいと言われています。巣落ちが起きてしまうと最悪群れが凍居してしまうことがあります。そこで夏の巣落ち対策が重要になります。板厚のある巣箱を使う、巣箱に断熱材を設置する、巣箱を日陰にするなど複合的な対策を組み合わせるのが王道です。板厚 35mm 程度の高断熱仕様の巣箱は近年の猛暑下でも巣落ちリスクを下げる効果が期待できるとされています。週末しか見に行けない場合は一気積み、こまめに観察できる場合は1段ずつ、自分の管理スタイルに合わせて選ぶのが現実的だと思います。さて、群れが順調に育っていくと継ぎ箱用に多くの巣箱が必要となります。仮に4群育てていてそれぞれ3箱追加すると12箱、購入するとなかなかの金額になります。 DIY で巣箱を1つ1000円程度で製作する方法をブログ記事に記載しました。ご興味のある方は概要欄のリンクからブログ記事をぜひご覧ください。今回の動画のまとめです。春分蜂群の入居後1ヶ月の標準的なロードマップはこのようになります。入居直後は遠目から出入りを観察して入居判定、巣箱に触れることは厳禁です。数日から数週間で花粉搬入の確認、遅くとも入居から3週間目までには巣虫っこカードの投入、3から4週間目で新しい蜂のオリエンテーションフライトを確認、そして1ヶ月後以降群れが安定し蜂数が増えてきたら4面巣門への切り替えや継ぎ箱を適宜行います。初心者の方が特に注意してほしいポイントは3つ。1つ目、触らない勇気を持つ。入居直後に触ったり何かを変えることは凍居の最大原因です。2つ目、巣虫は予防が基本。発生してから慌てても手遅れになりがちです。3つ目、適度な内見で4面巣門への切り替えや継ぎ箱のタイミングを測りましょう。ここまで見てくださった方はもう入居後の最初の難所は乗り越えたも同然です。皆さんの町箱に入居したミツバチたちが
逃げ出すことなく順調に育っていくことを祈っています。このチャンネルでは定年後に夢中になれる趣味を探そうをテーマにニホンミツバチの飼育や果樹栽培などをご紹介していきます。もしこの解説動画が少しでも参考になったら動画制作の励みになりますので、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。またコメントもお気軽にお願いします。すべて返信しています。次回の動画は改良青柳式巣問題の制作についてご説明しようかと考えています。ぜひチャンネル登録して通知をオンにしてお待ちいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくね。